Bayonetta. はい、ウィッチマンクラブのお時間です。皆さん、ベヨってますか？本日はベヨネッタ3敵別攻略666弾といったところでやっていきたいと思います。今日のポイントです。1、宇宙1簡単なロダン攻略法がわかります。2、ロダン未攻略人に対して大きな顔ができます。今回はロダンにどうしても勝利できない人向けの救済措置として攻略方法を紹介します。結論としては、無限ウィッチタイムを使います。なので、すでに勝利されている方にはあまり有意義でないため、ご了承の上お楽しみください。ガチンコでの攻略については別途配信予定ですが、ちょっと時期に関しては未定です。この人めちゃ強いんで、はい、ちょっと手を焼くかなっていう、はい、そういったところになります。本日の目次です。ロダン攻略のメソッドですね。まず説明した上でですね、ロダン攻略と、プレイ動画を見ながら、解説に入りたいと思います。まずロダン攻略のメソッドですね。ロダン攻略について調べてみると、以下のメソッドが紹介されていました。僕も、武器ロダンが欲しかったんで、なんか簡単な方法ないかなというところで、人によって、方法が、違うんですが、大きく、このどっちかには分類できるんじゃないかなといったところで、まず、ジャンヌを使用して無限回避を活用します。ジャンヌは回避行動に回数制限がないんですね。なので、それを使って、なんとか、バッドウィズインというか、モスウィズインでウィッチタイムを発動して、そこから頑張るというやり方が一つ。で、もう一つが、アンブランアーマーを使用して、こちらもですね、回避回数に制限がないので、なんとかそれで魔力を維持しつつ、Y ボタンの銃撃とか、パンチボタンの長押しとかを使うみたいな、はい、そういったテクニックが、紹介されていました。で、ある程度攻撃が回避できる人に関しては、これらの方法の方が、もう間違いなく時間短縮にはなるので、おすすめなんじゃないのかなと思います。で、本日紹介するメソッドってのはこんな感じなんですね。勝率 30% ぐらいって言ってるんですけど、まず一つ目がベヨネッタにアブラカタブラを装備させて無限ウィッチタイムを発動するという方法ですね。こちらの方が操作が、だいぶ楽になるので、本当に簡単なコンボしか使わないので、こっちの方が楽な気はしますね。ただですね、まだちょっと研究が進んでないんですが、無限ウィッチタイムが途中で解除される可能性がちょっと高いんですよね。時計塔を召喚した際にですね、なんかそれがロダに弾かれてるように見えるんですが、ちょっとそれについては後で説明します。とりあえずはこっちの方が楽だってことは覚えておいてください。で、もう一つのやり方が、ジャンヌにカシオペアを装備させて、無限ウィッチタイムをかけるという内容になります。無限ウィッチタイムの詳細については別動画で説明してますので、そちらを参照していただければなと思います。ご覧になってない方のために簡単に概要を説明すると、時計塔でウィッチタイム発動直後に時計塔を強制退場させるんですね。ZL を押しながら ZR で強制退場させることができるんで、それを使いますと。で、ウィッチタイムがかかってるうちに操作キャラクターで攻撃を加えるんですね。魔獣を召喚してない状態で攻撃を当てると、魔力が回復します。その原理を使って、攻撃をちょっと加えて、もう一回時計塔でウィッチタイムを発動すると。ウィッチタイムが切れる前にですね、時計塔でウィッチタイムを重ね掛けすると。で、かつ魔力を減らさないようにすると。そういう、テクニックがあるんですけど、それを使って、もうロダンには攻撃すらさせないと。そういう風にするのが、クリアするだけだったら、それが一番楽なんじゃないかなと思ってます。ロダンを倒せないって、要するに攻撃を食らってしまうってことなんで、攻撃させないっていう。ただそれだけの話ですね。はい。では、それぞれ見ていきましょう。まず、ベヨネッタとアブラカタブラで無限ウィッチタイムってところで、アクセサリーは、手綱プラス戦火ですね。を装備するのがいいんじゃないかなと思います。コンボについては PP ですね。両方とも長押しで、二つ目のパンチの長押し中に時計塔を召喚して、ウィッチタイムをかけると。で、かかった瞬間に、時計塔を退場させて、これ繰り返すと。非常にシンプルなプランになりますね。2個目のパンチの後に時計塔でフラッシュスレイブをして、で、その後にウィッチタイムをかけるっていう方法もあります。で、この場合はドゥルガの戦火が生きてくるんで、ダメージが1400かな。そんぐらいになるので、かなり早くは終わるんですが、魔力が微妙に減っていくんですね、これをやると。なので、魔力がもう底つきそうになったら、フラッシュスレイブを使わないようにするみたいな感じになるんですが、ちょっとそれをやるとですね、ちょっとややこしくって、操作ミスが増えてしまうんですよね。で、ウィッチタイムが解けてしまうと、命の危険にさらされるというところなんで、ここは無理して使わなくていいんじゃないかなと思います。なんか何回もやってて、ちょっと時間がかかってそれがしんどいなって時にちょっと検討してもらえばいいかなと思います。
で、フラッシュスレーブを使わないんであれば、まあ、戦火外して、ウィッチタイムが外れた時の保険として、まあ、時のイヤリングを装備しておいた方が、まあ、いいんじゃないかなと思います。まあ、あるいは慣れてる方は、まあ、ハーカーラの付きで、まあ、回避性能を少し上げるみたいな感じでも、はい、いいんじゃないかなと思います。で、続いて、ジャンヌにカシオペアを装備させて無限ウィッチタイムってところなんですが、アクセサリーはさっきと同じく手綱プラス戦火ですね。で、戦火に関しては、フラッシュスレーブを使う、使わないっていうところもさっきと同じです。で、何を使うかというと、下上 K ですね。下から足が生えてくるやつ。あれを使って魔力を維持します。で、あれの何が素晴らしいかっていうと、追尾性能があるんですね。よっぽど離れない限りは、まあ、空振りませんと。で、かつ、吹き飛ばし性能がないんですよね。カシオペアの下上 K って、なんか、あんまり痛そうじゃないんですけど、威力はまあまあ高いですと。で、なんか、見た目もペチペチしてるし、なんか派手さがなくて、なんか地味だなとは思ってたんですが、まあまさかこういうところで役に立ったんだなっていうところですね。で、ジャンヌを使う理由は、マスカレード技がベオネットの 1.5 倍だからですね。カシオペアの下上 K は、通常ヒットすると1200なんですが、ジャンヌの場合は 1.5 して1800になるので、まあ距離考えたら相当な高火力ですね。なので、まああえてジャンヌを使いますと。まあそういうところになります。まあジャンヌを使うか、ベオネットを使うかは、まあどっちでもいいとは思いますが、ジャンヌを使った方が、まあ早いですね。まあ後ほどお見せはしますが、まあ2分近く、ジャンヌの方が早いというところになります。なので、まあちょっと使ってみて、まあ下上コマンドがそんなに失敗しなければ、はい、こっちの方がいいんじゃないかなと思います。まあ、どっちのパターン使うか決めてもらって、で、その上で、ロダン攻略におけるポイントっていうところをあらかじめ共有しておきたいなと思います。もう一番重要なのは、もうとにもかくにもリズムを保つということです。失敗をしないってことですね。ウィッチタイムをずっとかけっぱなしにするっていうのが多分一番重要なことです。時計と召喚してウィッチタイムをかける間に若干数秒のラグがあるんですが、その間に攻撃してもいいんですが、そうなると強制退場させる時間が遅れて、ウィッチタイムが解けてしまうとか、まあそういうことのないようにするっていうところですね。で、あとは、弾かれる攻撃ですね。ウィッチタイム中でも通常の攻撃が弾かれる可能性があるので、まあそれを、まあ間違って発動しないとか、まあそういうところですね。機械のような、はい、精密さが求められます。なので、まあ最初はとにかくこの無限ウィッチタイムですね。まあトレーニングモードで練習してもいいですし、まあロダンでぶっつけで、まあやってもいいですしってところですね。あまりにも最初、もうロダンの猛攻がすごくて頭真っ白でできませんっていう状態だったら、とりあえずトレーニングモードで、まあ大関くんあたりを使ってですね、練習するのが、まあいいんじゃないかなと思います。で、続いて、最初のウィッチタイムが発動するまでは、とりあえずロダンの攻撃を頑張ってかわします。時計塔を召喚してウィッチタイムが発動する間にですね、攻撃が飛んでくるんで、時計塔に気を取られてるうちはいいんですが、結構こっちにも来るので、まあそれは備えておきましょうってところですね。で、最初にウィッチタイムが発動しても攻撃はしないで、一旦強制退場させて、もう一回召喚して、ウィッチタイムを重ね掛けした方が安全です。まあその方がタイミングが自分でわかるんで、まあこれもリズムを保つという意味で、まあ最初は一旦スルーして、2回目以降攻撃に入るという風にした方が良いんじゃないかなと思います。また、リズムが崩れても攻撃せずに時計塔でウィッチタイムを重ねましょうってところは同じですね。例えば、ジャンヌを使ってて、下上 K をミスった場合、普通に攻撃しようとするんですけど、その場合は、まあできればそれは回避した方がいいんですが、まあ発動しちゃった時でもですね、とにかくリズムが崩れちゃった時、に関しては、一旦攻撃を止めてでも、ウィッチタイムのテンポを乱さないというところですね。魔力をちゃんとマックスにしていれば結構余裕はあるので、まあ慌てず騒がずですね、外しちゃった、じゃあもう一回っていうような感じで、まあ続けると。まあ欲をかかないってことですね、とにかく。ロダン戦に関しては。まあそこは覚えておいてください。続いて、体力ゲージ4本分消費するとデビルトリガーを発動するが、その待機状態では攻撃が通りません。無限ウィッチタイムで体力をガリガリ削ってると、ロダンのデビルモードの待機状態になるんですね。で、その間は攻撃が一切通らないんですよ。ただ魔力は回復するんで、まあそんなに慌てなくてもいいんですけど、まあそこら辺のタイミングをちょっとずらすとかですかね。アブラカタブラだったら PPP の3つ目の P を入れてみるとか、まあそんな感じですね。僕もジャンヌでカシオペア使ってたりすると、ちょっとそのタイミングがいまいちつかめなくて、意図的にちょっとぼーっとするみたいなことをしてたりします。で、ウィッチタイム中にデビルロダンに変身するエフェクトがもう入ってしまえば、もうそれはそのまま続けて大丈夫です。もうそうなるとすぐ変身してくれるんで、そのまま、しばらくすると攻撃が通ると。まあ一番いいのは、まあ攻撃を増やすとかして、まあ意図的にウィッチタイムの発動を遅らせると
まあいうのがいいんじゃないかなと思います。で、続いてですね、最後のゲージ1本分ですね。ロダンは体力が10万あって、体力ゲージ10本なんですよね。なんで、最後のゲージ1本が、まあ体力1万ですと。で、そこが7割以下になったら、月光のローガを装備して、マスカレードレイジを発動して退場させるという風にするのがいいんじゃないかなと思います。まあ時間効率もそうですし、まあレイジであれば安定して攻撃が加えられるので、まあそれを使いましょうってところですね。ただですね、カシオペアにしても、アブラカタブラにしてもですね、まあどっちも結構強力なマスカレードレイジではあるんですが、1本分は持っていけないので、まあその辺については、はい、ちょっと減らしすぎかなってぐらいでやれば、まあ安全でいいんじゃないかなと、はい、思います。で、最後に、まあこれはカシオペアについてだけの話にはなるんですが、下上 K をミスしてもいいように、まあ適度に距離を取りましょうってところですね。下上 K をまあミスった場合に、まあ普通のまあ、キックですね。釣り針を投げるんですけど、あれが結構距離が伸びるんで、それがロダンに当たって弾かれてしまうってことがあるので、まあ適度に距離を取りましょうってとこですね。まあミスした場合ですね、カシオペアを振る素振りを見せたら、まあ回避でキャンセルするのが望ましいんじゃないかなと思います。まあ最悪この回避が間に合わなくてもいいように、それなりに距離を取っといた方がいいんじゃないかなとは思います。で、さっきもちらっと言いましたけど、距離を取りすぎると下上ケア届かないので、はい、その辺は注意してください。端から端まで届くわけではないので、距離を調整しながら戦うと。そんな風に心がけるといいんじゃないかなと思います。それではここから実際のプレイ動画を見ながら解説に入りたいと思います。はい、それではベヨネッタですね。アブラカタブラで攻略していきます。まあ、アクセサリーは何でもいいって感じですかね、結論としては。一応保険として、まあ、イヤリングとか装備しといた方がいい気がしますが、はい。まず、これですね。はい。このタイムラグですね。はい。いきなり攻撃してますが、ちょっと最初は控えめにした方がいいです。さっき攻撃するなって言ったばっかりだったんですが、はい。ちょっと僕は何回もやってるんで、はい。ちょっといきなり攻撃をしたりしますが、まあそこはお任せですね。まあしない方がいいと思います。はい。で、これをただただひたすら繰り返していくと。で、これですね。まあ時計塔を召喚した瞬間に、まあなんか弾かれてるように見えますね。なので、魔獣召喚も実は、まあ弾きの対象かもしれないですね。普通に召喚してしまうと。で、これ召喚したダメージとかも、まあ微妙にあるんで、僕当てた方が得かなと思ってこれずっとやってたんですけど、まあ、しない方がいいかもしれないですね、これは。まあ、アブラカタブラであれば、ものすごい距離取っちゃっていいような気がしますけどね。もし剥がれちゃった時とかも、ロダンの攻撃がだいぶ届きづらいんで、まあ、離れてもいいような気がしますね。多分そろそろもう一回弾かれると思うんですけど、はい、ここですね。はい、ここは弾かれてますね、やっぱり。最初は、その、1タイムの賭けが遅かったのかなと思ったんですよね。で、あとよくある失敗が、ウィッチタイムが発動する前に強制退場させてしまう。時計との鐘がちゃんとパーンって鳴った時のタイミングじゃないと、かからない。こっちもそうですね。はい、これもミスってますというか、多分時計塔の召喚が弾かれていると。うん、これもそうですね。はい。やっぱり弾かれてますね。はい。なので、やっぱり距離は取った方がいいかなと思いますね。はい。で、ここでですね、残りの体力が、はい、6本になっているので、ここでちょっとタイミングを、はい、ずらしすぎですね、これは。いくらなんでも。はい。で、ずらしすぎると、こういうことが起こると。まあ、今のは多分間違えて引っ込めちゃったんだと思うんですけど、はい。ブラックホールが出ちゃいましたってところで、で、こうなったら、まあもうしょうがないので、まあウィッチタイムをただただかけ続けるで、はい。いずれ消えるんで、まあこの、ちょっと画面が見にくいのはまあ我慢しましょうって感じですね。まあ、くどいようですが、ウィッチタイム中は無敵なんで、まあ敵の攻撃というか、ロダンの攻撃が飛んできてもですね、まああんまり気にしないというか、まあビビるんですけど、まあしょうがないですねって感じですね。はい。こんな感じで、はい。あくまで無敵です。なので、まあリズムを保つことに、まあ、集中しましょうというところですね。はい。ここで準備が整いましたわ。なので、まあ、ロダンの体力ですね、まあ、じーっと見るわけにもいかないので、まあ、今のでですね、まあ、マスカレードレイジ
のエネルギーが溜まったってことなんで、まあ、この時点で、まあ、8万以上のダメージを与えているというところで、まあ、一つの目安になるんじゃないかなと思います。準備が整ったわを聞いたら、まあ、あとちょっとだ、頑張ろうと、はい、いうところで、まあ、気合い入れていきましょうというところですね。はい。で、残り1本になりましたが、ここでこうなっちゃうんですよね。ですね、今何が起こったかっていうと、まあ、要するに、さっきの時計塔のウィッチタイム解除、この召喚ですね。はい。これで、弾かれて、これを召喚したタイミングですね。時計塔を召喚したタイミングで、まあ多分弾かれたんじゃないかなと思います。で、ウィッチタイムを解除されて、で、吸い込み春極殺が来るよっていうところになっちゃいましたと。で、これで僕残りの体力が、残り1本の、まあ8割ぐらいだったんで、ここでもうレイジを、はい、使うことにしました。はい。で、油そのまま装備してるんで、まあそのまま、はい、月光の廊下だけ装備して、やってしまおうというところですね。で、あそこで春極殺をもし回避できなかったら、もしかしたらちょっと退場になってた可能性はありますよね。で、マスカレードレイジで、まあ、使う人はわかるんですけど、なぜか上下が反転してるんですよね。で、左右は同じなんで、なんかちょっと微妙に使いづらいんですよね、これね。まあ、使いづらいっていうか、よくミスるというか、はい。なので、注意しておきましょうっていうところですね。はい。ベヨネッタでは、はい、こんな感じになります。まあ、クリア時間は7分ちょっとですかね。まあ、ちょっと時間はかかるものの、まあ、安定して、倒せるんじゃないかなと思います。で、次、ジャンヌですね。はい。ジャンヌは、ですね、僕は結構このタイミングを、最初の、無限ウィッチタイムのタイミングをですね、ちょっと掴みきれなくて、さらに、今、下上パンチをミスるっていうことがですね、起こりまして、はい。やっとこっからですね。はい。この時点で、最初の時点で結構減ってたんですよね。はい、これが一番最初に、はい、下上 K を発動する前の魔力なんですね。もうこの時点で結構4割ぐらい減ってたんで、まあ結構最初の方に手こずったというか、はい、タイミングを見計らったなってところですね。ただですね、この下上 K がこんな感じでものすごい回復するんですよね。なので、はい、これは使わない手はないっていう感じですかね。はい、まあジャンの方が、まあいささがシンプルというか、これ下上 K を発動して、で、魔獣を召喚してもですね、この下上 K の攻撃はやめないんですよね。なので、まあ、それを利用して、まあ、前半のこのタコ足が当たったら、まあ、一緒に召喚してしまうぐらいの、はい、スピード感でもいいんじゃないかなと思います。まあ、あんまり速すぎてもね、ちょっと、強制退場させられないで、かえって魔力が減ったりするんで、このタコ足の後半の時に、まあ、召喚すると。まあ、いうのが、まあ、一番確実というか安全なんじゃないかなと思いますね。まあ、さっきの油と比べるとやっぱり減り幅がやっぱ全然違いますよね。で、魔力の回復もでっかいんで、まあ、コマンド技が相当苦手ってわけじゃなければ、やっぱこっちの方が、まあいいんじゃないかなと、個人的には思ってます。まあ、全コマンド技試して、やっぱこれが一番ベターなんじゃないかなと、まあ、今はそんな風に考えてますね。はい。で、ここからが、はい、デビルトリガーのタイミングをちょっと見計らってるんですけど、ちょっとしつこくかけてたら、まあ、勝手に発動してくれたって感じだったんで、まあ、良かったなって感じですね。はい。で、ここから、また、同じパターンに戻すというところですね。はい。まあ、一応ね、タコ足ひるみはあるにはあるので、はい。ウィッチタイム中であれば、ロダンの攻撃は中断させることが、まあ、できるというところですね。まあ、一部例外はあるんですが、ってことで。はい、こんな感じですね。はい。釣り竿が出そうになったら引っ込めるというところですね。はい。ちょっとさっきも危ないですね。やっぱりちょっと塔を当てない方がやっぱりいいですね。はい。はい。ちょっとここまで遠くなると届かないので少し距離を、はい、縮めますっていうところで、はい。ジャンヌもここでマスカレードレイジが溜まりましたってところですね。はい。残り2本頑張りましょうってところですね。はい。ここで、はい。残り1本を切ったので、はい、このタイミングでですね、一応念押ししてもう一回。はい。で、
そうですね。ここはウィッチタイムをちゃんとかけたタイミングで、一時停止した方がいいですね。サブメニューを開けた時に、ウィッチタイムが開けそうみたいになると、ちょっと危ないので、ウィッチタイムをかけてから、まあ、装備品を変えるというのが、まあ、成功いいんだけど、いいんじゃないかなと思いますね。はい。で、これダッシュ一気に近づいてってところですね。まあ、カシオペアのマスカレードレイジもまあ結構威力高いんで、はい。まあ、こんな風に使うというところですね。怒りを上げよはい、こんな感じになりますね。はい、ジャンヌを使えば、はい、かなりやりやすいと思います。アンブラの力まあ、ぜひぜひですね、はい。まあ、ちょっとなかなかカシオペア使ってる方って僕自分以外見たことないので、ちょっとあれなんですが、まあ、これを機会にですね、ちょっと練習していただけるとですね、まあ、僕の所感としては、まあ、大体3回に2回ぐらいは勝てるみたいな感じですかね。まあ、ちょっと長いんであんまりやりたくないんですけど、はい。まあ、それぐらいの勝率にはなるので、はい、ぜひ参考にしてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。今作の武器ロダン、デビルロダンの入手には明確な救済措置もなく、プレイタイム230時間到達時点でも、武器ロダンの購入金額には届いてません。およそ1000万ヘイロですね。ただまあ、ウィッチタイム3をクリアすると、まあ、応募がエンブリオに換金できるんですが、確かそれでやっと1000万ぐらいだったと思います。ただそれも、お店で換金し続けなきゃならないとか、まああるんですけど、まあとりあえず200時間超えても、あの金額にはならないですよってことですね。相当意識をしないと、まあお金が貯まらないっていうような仕組みに、まあそんな風になってますよというところで、で、投稿者も過去作においてどうしてもロダンが倒せず、悔しい思いというか、まあ悲しい思いをしてきていて、まあ特に無印ですね。まあ倒せなくて、で、救済措置があることにもだいぶ後になって気づいてっていうところで、まあこういった動画がですね、まあ攻略の糸口になれば、まあいいかなと。はい、そんな風に思って配信してます。もっと良い方法があるぞみたいなのがあればですね、ぜひコメント欄に遠慮なく投稿をお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。本チャンネルではアクションゲーム最高峰の完成度でありながら、カルトゲームと評価されているベヨネッタを布教し、売り上げに貢献し、ベヨネッタのさらなる発展に寄与します。今後も魔女と真剣に向き合いたい方は、チャンネル品質向上のため、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。今後ともよろしくお願い申し上げます。